あなたは自分の欲望のためにどこまで冷酷になれますか？ 2009 年7月18日、オーストラリアで恐ろしい事件が起こりました。15歳のリン・ジュンが目覚め、日課である SNS をチェックしようとすると、なぜか携帯には大量のメッセージが。しかもその内容は、心配しています、大丈夫といった彼女の安否を気遣うものばかり。泊まりがけの学校行事で楽しく過ごしているだけのジュンに、そんなに心配されるような心当たりはなかったんです。ジュンが不思議に思っていると、今度は友人からメールが。なんと、ジュンの家族5人全員が何者かに殺害されたというんです。自宅にいなかったため、たまたま命拾いしたかに見えたジュン。しかし、犯人の真の目的は、まだ果たされていなかったんです。オーストラリア史上最も血生臭いと言われている残忍な殺人事件。凶悪犯の手はすでに彼女の目前にまで迫っていました。彼女に迫り来る魔の手の正体とは。おそみんななんか意外に通知マークオンにしてない人いるらしい。ケンちゃんです。学校行事の一番の思い出はミスコン優勝、やみやみこです。本日皆様にご紹介するのは、なんと一晩のうちに家族5人が惨殺されてしまったというね、非常に痛ましく恐ろしい事件なんですけど、唯一ね、自宅にいなかった当時15歳のジュンだけが助かったんです。不幸中の幸いって言っちゃったらちょっと失礼というか不謹慎かもしれないけど、まあ、でも心が痛む事件じゃない、これも。そしてね、この事件ですね、なんとまだここで終わりではないんですよ。何よ。なぜ犯人がそんな凶行に至ってしまったのか、それを解き明かすため、被害者家族の話から入っていきたいと思います。幸せな家族。遡ること12年ほど前の2009年7月、リン家はオーストラリアのシドニーに住んでいました。この家に住んでいたのはリン夫婦と娘のジュン、そしてジュンの弟が2人、それからジュンの母方のおばが留学のために同居していました。ジュンの両親は新聞屋を営んでおり、その事業は大成功。年収はおよそ100万オーストラリアドル、日本円にして約8000万円に相当する金額でした。ジュンの家の近所にはジュンの祖父母と母方のおば夫婦も近所に住んでおり、毎週親族で集まって食事会をするほど関係は良好。ご近所トラブルなどもありませんでした。まるで絵に描いたような幸せな家族だったんです。全然恨み買うような家族じゃないじゃない、しかも年収8000万でしょ、めちゃくちゃすごい家族じゃないのよ。まあ、リン家がね、営んでいたお店なんですけれど、まあ、本屋さんと新聞屋さんをね、合体させたようなお店で結構ね、大繁盛していたみたいなんですよね。じゃあそんな儲けてたんならさ、犯人の狙いはお金ってことでしょ、これ。まあそう見えていきますよね。本当のね、狙いは何だったのか、早速ね、なぜ事件が起こったのか、そちらから見ていきたいと思います。血みどろの部屋。事件当日、リン家の店の前には行列ができていました。その日は雑誌の発売日だったため、店が開店するのを待つお客さんでいっぱいになっていたんです。しかし、いつもなら6時半には開店するのに、9時を過ぎても店が開く様子はありません。不審に思った隣人が、近所に住むジュンのおばに電話をかけて、様子を見てきてほしいと頼みました。しかし、隣人たちと違い、ジュンのおばは心配していませんでした。なぜなら昨晩、いつものように親戚一同の食事会で、夜遅くまで起きていたことを知っていたからです。一緒に出席していた兄たちもきっと寝坊したんだろう。そんな軽い気持ちで夫夫婦と一緒にリン家に向かいます。しかし、リン家に着いてすぐに異変に気づきました。チャイムを鳴らしても誰も出てこず、玄関のドアは開いたまま。恐る恐る中を覗くと、壁も床も血まみれ。この家で恐ろしいことがあったことは火を見るよりも明らかでした。しかし生きている人がいるならば助けに向かわなければいけません。心臓をバクバクさせながらおば夫婦は寝室へと向かっていきます。寝室の前へたどり着いた二人は震えるおばを夫が支えるようにして中へ入っていきました。寝室の中に入ったおば夫婦の目に飛び込んできたもの、それはジュンの母の変わり果てた姿でした。さらに子供たちの寝室でジュンの弟二人と同居していた母方のおばの遺体も発見。全員顔がぐちゃぐちゃになるほど殴られていて、 DNA 鑑定でなければ誰なのか判別できないほどでした。そしておばはあることに気がついたんです。兄さんがいない。兄さんってのはジュンの父親ってことよね。そうなんですよね、父親のね、姿だけが見当たらなかったんです。ジュンのおばは必死に考えます。兄はどこ？財産目当ての強盗に連れ去られたのか、それともまさかこの惨状は兄が無理心中しようとしたのか。そして2ヶ月前のある事件のことを思い出しました。リン家が襲われる約2ヶ月前、リン家の近所で現金輸送車が襲われる事件があったんです。その犯人の目撃者として兄はテレビの取材に答えていました。もしかしてその犯人が、兄は何か犯人にとって都合の悪いことを見てしまったのか。それからしばらくしてリン家を惨殺した犯人が逮捕されました。リン家を一家惨殺した犯人は自分の夫だったんです。おばさんの夫っても第一発見者になった人じゃない、一緒に。いや、そうなんですよ。まあジュンから見るとね、おじさんに当たる人なんですよ。どういうこと？ジュンの父親はどうしたの？
実はですね、この時すでに純の父親は殺されていたんです。そしてね、他のね、遺体とは違って毛布にくるまれていたため、警察の捜査がね、開始されるまで、もうその遺体の存在にね、誰も気がつかなかったんです。不可解な行動。純の叔父であるシャ・リアンビンは穏やかな人柄で物腰も柔らかく、犯人の捜査にも協力的で、残虐な事件を起こすような人間にはとても思えませんでした。一人になった純を養子として引き取ったリアンビンは妻と一緒に記者会見を開き、犯人に自首するように呼びかけたこともあるんです。純もリアンビンのことを慕っており、リアンビンが逮捕された時には叔母と共にリアンビンが犯人であるはずがないと訴えたんです。しかしリアンビンの無実を信じている2人とは裏腹に、警察は事件当時からリアンビンのことを疑っていました。その理由は4つあるんです。1つ目は家に物色された形跡がなく、被害者全員の顔が激しく殴られていること。これは犯人の目的は強盗ではなく怨恨だということを意味しているんです。2つ目は純の部屋に犯人が入った形跡がないこと。犯人は純が家にいないことを知っていたということなんです。3つ目は妻である純の叔母が警察に通報している最中に純の叔母を林家に1人残し、車でどこかへ出かけていったこと。この時純の叔母は1人にしないでと叫んだにもかかわらず、リアンビンは妻の訴えを無視してどこかへ行ってしまったんです。まだ犯人がどこかに潜んでいるかもしれないのに、この行動は違和感がありますよね。そして最後の理由はリアンビンのある発言。警察が第一発見者である叔母とリアンビン別々に話を聞いていた時、叔母は兄を除く4人の遺体を見たと言ったのに対し、リアンビンは5人の遺体を見たと言ったんです。しかし先ほど言った通り、純の父親の遺体が見つかったのは捜査が始まってから。つまりこの時点で純の父親の遺体は見つかっていなかったんです。怪しいわね。でもこれって状況証拠ってやつでしょ、いわゆる。そうなんですよ。でもね、このね、物的証拠がなくても発言が証拠として扱われることもあるんです。それはなんでかっていうとですね、本日のね、メトラキーワード、秘密の暴露。秘密の暴露とは、真犯人しか知り得ないことを自白すること。その自白が捜査の結果、事実に間違いないと確証を得られれば、たとえ物的証拠や目撃証言がなくても非常に有力な証拠として扱われるんです。実例を挙げると、被害者の持ち物を池に捨てた、凶器や遺体を山に埋めたと容疑者が話した場合、捜査の結果その内容が正しいと判断されると、これらの発言が証拠として扱われるんです。他にも凶器の種類や現場の状況など、メディアなどでは公開されていない、その場にいた人しか知り得ない情報を知っていた場合も、秘密の暴露に当たることがあるんです。ただし、秘密の暴露と判断された証言が実は捜査側の誘導によるものだったという事例もあるんです。最低だな。秘密の暴露は物的証拠がない分、冤罪につながりやすいという危険性もあり、本当に証拠として扱えるのかどうか慎重に判断することが重要なんです。確かに警察に強制的に言われた内容がさ、もうそれが証拠になっちゃってもひとたまりもないわよ、本当に。いやもうね、本当にね、物的証拠ではないんで、冤罪はね、生まれやすいっちゃ生まれやすいです。だからこそ秘密の暴露っていうのをね、証拠にするときにはですね、念入りな捜査が重要になってくるんです。実はね、リアンビンは非常に頭のいい人間で、警察がね、物的証拠がなくて逮捕できないことをね、分かっていたんです。ただね、ここで黙ってる警察でもないんですよね。実はね、警察はリアンビンのね、証拠を集めるためにある作戦を実行するんです。何それ。リアンビンが犯人であると踏んだ警察は、極秘で彼の家にピンホールカメラを仕掛けました。ちょっと怖えな。そして警察は、純の叔母にわざとこんな話をするんです。林家の部屋に残されていた犯人の足跡の解析に成功した。犯人が履いていた靴はアシックスの限定モデルだった。純の叔母は警察の思惑通りその情報をリアンビンに伝えます。するとその日の夜、隠しカメラにリアンビンの怪しい行動が映ったんです。なんとリアンビンは家にあったアシックスの靴箱を細かく切り刻み、トイレに流していたんです。いや、どう考えてもアウトじゃないこれ。もう真っ黒じゃない。どう考えても証拠隠滅ですよね。じゃあ逮捕できるでしょこれで。いや、ただですね、これだけだとね、まだまだ弱い。リアンビンが犯人だという疑いを深めた警察はさらに捜査を進めます。そしてリアンビンの家のガレージであるものを発見しました。警察が見つけたあるものとは、床にあった血痕のような小さなシミ。警察がこの血液を解析してみると、林家の DNA と一致したんです。凶器などの決定的な証拠は見つからなかったんですが、警察はいくつもの証拠を積み重ねれば証拠十分と判断。事件から1年10ヶ月後、リアンビンの逮捕に踏み切るんです。しかし逮捕後もリアンビンは犯行を認めません。そこで警察はある男と取引をしてスパイを送り込むことに。警察のスパイとして選ばれたのは、リアンビンと一緒に収容されている詐欺と強盗の容疑で逮捕された人物。取引の内容は、リアンビンと親しくなり、事件について自白させることができれば、それと引き換えに現金と約30万円ほどの報酬を与えるというもの。太っ腹だな。そして作戦を決行すると、男が仕込んでいたレコーダーにリアンビンのこんな発言が録音されるんです。林家は俺がやった。事件当日は妻に鎮静剤を飲ませて起きないようにしたんだ。言っちゃった。
ついに白状したわね。本当にもう観念なさいこいつ。ですがね、リアンビンは勝手に録音しているっていうのは黙秘権の行使のね、侵害に当たるっていうね、もうヘリクスにも当たるようなね、反論をしてね、自分はやってないって、ね、貫いてたんですよ。めちゃくちゃじゃない。何その言うわけ。ですがね、明らかに犯人がリアンビンじゃないですか。うん警察がね、捜査をどんどん進めていくと、彼がなんでそんな犯行をしたのかっていうね、動機が見えてくるんです。地獄の日々。リアンビンはもともと中国で耳鼻咽喉科の医師でした。妻であるジュンの叔母はすでにオーストラリアに住んでいて、結婚を機にリアンビンもオーストラリアに移住しました。そして夫婦で中華料理店を経営するんですが、失敗。店を畳んだ後、リン家のすぐそばの家を購入し、リン家との家族ぐるみの付き合いが始まります。リアンビンは商売に失敗してからずっと無職。株の売買や新聞屋の手伝いをして収入を得ていました。そんな生活の中でリアンビンはある思いを募らせていくんです。自分の方がエリートなのになぜこいつらの方が幸せそうなんだ。特にそう感じさせるのはリン家と義父母たちとの食事会。義父母は自分の息子であるジュンの父親のことを誇りに思っていて、よく自慢していたんです。義父母がジュンの父親を褒めるたびに、リアンビンは自分が見下されているような気持ちになったんです。被害妄想。食事の準備も新聞屋の掃除だってさせられている。本当なら自分の方がジュンの父親のポジションにふさわしいはずなのに、おかしいじゃないか。そんなのもうただのひがみとその辺に対する八つ当たりじゃないのよ。いや、そうなんですよ。もうね、ひがみとかね、あるじゃないですか。エンゴさんもね、どうすかなんかあります？いや、私は唯一無二だからもうひがみとか一切ないわよ。そしてね、裁判の中で次々とね、隠されていた事実が明らかになっていくんです。裁判中、ジュンの母親の日記の一部が公開されました。そこに記されていたものはなんと不倫の記録。なんでやねん。ジュンの母親にはロブという相手がおり、ロブとは肉体関係があったことや、ロブに対する愛情が赤裸々に綴られていました。そしてこのロブというのがリアンビン。ロブは一般的にロバートという名前の愛称として使われており、実はリアンビンの英語名がロバートなんです。ジュンの母親ってさ、誰の顔だか分かんないぐらいめちゃくちゃな殺され方してたんでしょ？ジュンの母親とそういう関係ってどういうこと？実はですね、日頃からね、ジュンのね、父にね、すごいひがみとか嫉妬をしていたんですけれども、そんなね、劣等感からかね、ジュンの父からね、全てをね、奪ってやろうかってね、そう思ったんじゃないかなと思うんですよね。そしてね、事件の引き金となるある出来事が起こるんです。もともと親戚一同に対して不満を抱いていたリアンビン。そんな彼がついに強行に至ってしまったのは、いつも通り親戚一同で集まったある日の出来事がきっかけでした。あなたならもっといい夫を見つけられるわよ。リアンビンがいつものように食事を準備している時、義母が自分の妻にそう言ったのをたまたま聞いてしまったんです。その言葉を聞いたリアンビンは抑え込んでいた感情がついに爆発。自分がここまで尽くしてやってるのに、その言い草はなんだ。そんなに自分の息子みたいな婿が欲しいなら俺が成り代わってやろうじゃないか。犯行を決意したリアンビンは綿密にリン家の殺害の計画を練り始めるんです。これは後に分かったことなんですが、事件の前、リアンビンが知り合いの警察官にある頼み事をしていたのが明らかになりました。その内容は、誰でもいいから数名の血液サンプルが欲しい。これは憶測なんですが、おそらく赤の他人の血液を現場に紛れ込ませることで第三者の存在を作り上げようとしたんです。このように何重にも予防線を張り、完璧な犯罪を達成したと思われたリアンビン。しかしそんなリアンビンにも想定外の出来事が起こるんです。それはリアンビンが逮捕されてから3年が経った頃のこと。ジュンはある秘密を告白するため弁護士に宛てて手紙を書いたんです。ジュンが抱えていた秘密とは、リアンビンからの性的虐待。しかもそれは事件よりも前から行われていたんです。ジュンの話では、彼女が寝ているとリアンビンがやってきて体を触られたりすることがあったそうなんです。そう、リアンビンの本当の犯行動機、それはジュンを手に入れること。リアンビンはジュンを手に入れ、自分の好きにできるようにするため、こんな恐ろしい犯行を決行してしまったんです。なんなのこいつ、本当にありえない。本当最悪ですよね。ただね、ジュンのね、勇気あるね、発言によってね、リアンビンのね、犯行動機っていうのがどんどん紐解かれていくんです。警察の読み通り、リアンビンはジュンがいない日を狙って犯行に及んでいました。リアンビンは事件前日の夜、いつもの食事会でジュンが学校行事で家にいないことを耳にし、犯行を決意します。そして犯行後に妻を現場に置いてまで一人で向かった先、それは義父母、つまりジュンの祖父母の家。義父母に対面したリアンビンは開口一番こう言ったんです。ジュンを私の養子にしたい。もちろん義父母は反対します。ジュンの母との不倫問題や収入の不安定さなどから2人はリアンビンのことを信用していなかったからなんです。しかしリアンビンはそんな義父母の声に少しも耳を貸すこともなく、強引に手続きを進めてしまうんです。やべえやつだな。つまりさ、ジュンとリアンビンみたいなさ、自分に手出してくる変態で家族皆殺しにするやつの養子になったってことよね、これ。いや、そうなんですよ。もうね、最悪
自分が養子側でも最悪。ほんと犯人クソすぎんだけどさ、純への執着がすごいわね。いや、そうなんですよね。まあね、純に対する下心みたいなところもあったと思うんですけれども、もう一つね、純をね養子にしなければならない理由があるんです。彼が純を養子にすることにこだわったその理由、それは純の遺産。最初にお話しした通り、林家は裕福な家庭、全員がいなくなれば莫大な遺産の相続権を持つのは純一人だけになるんです。つまりリアンビンからすれば、純を自分のものにすれば、純も莫大な財産も金をどんどん生み出す新聞屋も全部自分のものになるんです。実際林家が亡くなった後、新聞屋の切り盛りはリアンビンたちおば夫婦がしていました。こうしてリアンビンは自分の描いたシナリオ通り、名実ともに純の父親になり変わったんです。事件から8年後の2017年1月、結局決定的証拠は見つからないまま最終判決が下りました。裁判の結果、リアンビンは有罪。リアンビンにはオーストラリアで最も重い仮釈放なしの終身刑が言い渡されました。しかし現在でもリアンビンは罪を否定し、彼の妻もリアンビンの無実を主張しています。そのためリアンビンの妻は実の父母や純とは絶縁状態に。純が手紙を書いたりメールを送ったりしても堅くなに応じてくれないそうなんです。純が弁護士にリアンビンから受けた性的虐待を告白した時も、どうしてそんな嘘をつくのと純を責め立てたというんです。やべえな。妻ですらその狂気に気づかなかったほど、普段のリアンビンはあのような残虐事件とは無縁の印象を受ける人物だったんです。被害者である純も、あれさえなければ完璧な人だったと話すほど穏やかな性格でした。純は現在は祖父母と共に穏やかに暮らしているそうなんです。果たしてリアンビンをあそこまで駆り立てたものは一体何だったのか。嫉妬か、劣等感か、はたまた隠し持っていた残虐性か。